ごめんなさい。も治った。一応治った。すいません。ご迷惑をおかけしました。どうしようかな。編集の中に入ってるね。説明欄、一緒のやつ使ってるみたいなんで。ごめんなさい。本当にごめんなさい。よかった。泣きそうだった今。よかった。ありがとうございます。すいません。本当にご迷惑をおかけしました。わけがわからなかった。そうですね。放送始まる前に結構パソコンをね、酷使してたっぽいので、再起動で治りました。いやー、怖かった。いや、本当焦りました。マジで焦った。いやもうこんな思いしたくないね、二度と。そうだな。ごめんなさいね。ベルフェゴールさん、のだめさん、ブレッドさん、神宮しずくさん、新加智樹さん、五条さん、パッパペさん、十景さん、ポステイトさん、タラコさん、藤野藤さん、ポロニウムさん、こんばんは。高則さん、アニメラブっ子さん、NNN さん、ハイネコさん、こんばんは。すいませんでした。いや、皆さん、本当にご迷惑をおかけしました。すいません。もうめっちゃ焦った。ちょっと待って、焦った。放送前にお風呂入ったばっかりなんですけども、滝のように汗が。今、手元の iPad に、自分のそのね、放送の用意をします。すいません。これもやり直しだ。ちょっとその間ですね、これを見ていただきたいく思います。いや、シーカー族の仕業かも。これがですね、動画説明欄にこの画像の説明も入れてあるので、それを読んでちょっとお待ちくださいませ。すいません。これかな。よし。いけたいけた。よし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 。ランチタイム AC さん、ハシさん、鈴森さん、こんばんは。ルイッチさん、動ける大図書館さん、こんばんは。よいしょ。後でアーカイブ見ます。よろしくお願いします。はい。実はですね、さっき声がね、そっちに行かないっていう、放送内に僕の声が行かないっていうトラブルがありまして、再起動したら治りました。はい。もみじまんじゅうさん、こんばんは。すいません。しばらくね、この画像を見てお待ちください。ちょっとね、コメントだけ読み返します。特にないですね。よかったよかった。すいません。皆様、ありがとうございます。こんなトラブルがあっても、40人も来てくださってありがとうございます。きつかったです、マジで。すいませんでした。行きましょうか。で、まずこの画像の説明からしようかな。メール、見てないですね、まだ。はい、すいません。こんばんは。サンドラメニダスさん、こんばんは。シンカトンさん、こんばんは。で、この画像なんですけど、後ろのマップは忘れてもらって、で、このピンクの矢印が、シーカーロックですね。まずシーカーロックとは何ぞやというところからちょっと言いましょうか。一応分かんない方もいるかもしれないんで、詳しくは動画説明欄の動画に入ってるんですけど、
これですね。僕がシーカーロックと勝手に呼んでるシーカーシンボルみたいなマークしてるやつですね。でこれの場所がこのさっき画像を出したやつですね。それでちょっとリンク雷が中入ろうか。このピンク色の矢印が違うな。まず基本としてこの矢印の根元にシーカーロックがあるっていうことなんですね。でその矢印がその、シーカーシンボルのそのまつげの真ん中の部分がどこを向いてるか方角を表してます。それが矢印の方向で、色がピンク色が、普通のシーカーロックで、青色が1つだけ石が足りないシーカーロックですね。で白色の矢印が、近くに涙に当たる部分の、石が置いてあるやつですね。でこうやって見て分かる通り、これ視聴者の方にねコメントで教えていただいて情報をいただいてね、僕がね、放送前に今探してきてチェックして画像に矢印を付け足したっていうやつなんですけど、1万人おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ひょうたんじろうさんこんばんは。光の裏方さんこんばんは。ヒーローさんこんばんは。例のオブジェクトマップにも本当ですか、シーカロックっぽいのありました。マジか。これ以外にもあるってことですかね。でその教えていただいた視聴者の方によると、ここのね砂漠のところにも左下の方にもあるって聞いて探したんですけど、それが全く見つからなくてちょっと断念しました。時間がなくてね。でこれ見てみると大体のものが南西の方を向いてますよね。シーカーロック謎なんですけど、で大体のものがなんかシーカータワーに向かってなんか向いてるのかなっていう感じはするんですよね。でもこいつとかはそれに当てはまらなくてこっちの方を向いてると。でもそれ以外は大体その見た先に矢印をたどった先にシーカータワーがあるということが分かりました。その関連はちょっと分かってませんけど、鍋のふたさんこんばんは。本枠はないですか。なるほど、ありがとうございます。ちょっと気になるけどどうしようかな。今放送でやるわけにもいかんしなと思うんですが、どうしようかな。でその人のその教えていただいた視聴者さんの見解ではこっからこう来てこういう線N の上下反対みたいな、並びになったということでしたね。そのようになってますね。でこれが何の意味を表してるかよく分かんないし、てかね全く意味はないのかもしれないですけど、ちょっと考えすぎなのかもしれないとっていうところで今止まってるんですね。そうか、ちょっと目撃情報気になるな。ほとんどゲルド地方を向いてるので、これはライリュラネールとかの、なるほど、なんかゲルドっぽい方向向いてますね。シーカロクトは何ですか。動画説明欄をご覧ください。そこに説明してくれる動画が入ってますのでそちらをご覧ください。肉球ロックとも言う、そうなんですよ、肉球っぽいんですよね。で今んとこここで止まってって、とりあえずシーカロック1回置いといて、どうしようかな。後で時間があったらそのパッパプさんがね
また送ってくださったっていうか教えてくださったそのマップのサイトを見てみようかな。ちょっと照らし合わせたりしてみましょうかね。時間が余ったらそれをやっていこうかなと思ってます。で、今日アンケートを取った結果が、今回のこのシーカーロックと、あとね、各古代研究所の望遠鏡の向きがどこ向いてるのかっていうところのね、両方を、バランスよくというアンケートの結果になったので、そっちをちょっと今の間見ておこうかなと思います。そっちの方はね、ちょっと時間がなくて、まだ調べてなかったですよね。っていうか、アンケートの結果が後々から追いついてきたんですよね。その両方っていう案がね。シーカーロックだけだったんですけど、最初が。びっくりして、それで。で、慌ててたけど、急いでたけど、ちょっと時間がなかったですね。資料を用意する時間がなかったと。で、これ見てわかるように、固定されてるんですよね、これ。完全に。で、高さも調節できないみたいになってるのかな。固定されてるっていうか、これはあれか。落ちないように、首もたげないように支えてるって感じですかね。そんな風にも見えるか。あと、とりあえず方向を見ておきましょうか。こんなもんかな。こっち向きね。この祠らへん、こんな方を向いてますかね。あっかれ古代研究所、じゃないや、王立古代研究所は近くなかったね。女神像はここら辺だもんね。ちょっと違うかな。どうでしょうね。ちょっとピン打ってみるか。で、こっちの望遠鏡の方は今日は全然まだ調べてないので、皆さんの知恵もお借りしようかなって感じです。古代炉確認か。なるほど。古代炉確認古代炉確認説あるね。ちょっと待って。じゃあ、薬剤の目視録で、薬剤の目視録でしか登場しない、王立古代研究所の望遠鏡っていうのがあるんですよ。じゃあ、その先を見たら、どこ向いてるか見たら、そっちに古代炉があるってことが分かるってことですね。なるほど。ちょっとこの後、あっかれ古代研究所も行ってみましょうか。確かに大体向いてますね。大体見てるね。ちょっとあっかれのパターン見てみましょうか。サンプル数まだ1なんで。これはいきなり進展か。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。モネさんかな。ありがとうございます。こんばんは。アニメラブっ子さん、宇野さんの考察が面白くてありがとうございます。プルアの望遠鏡は古代炉の炎が出ているところを見ていると。皆さんなんか、自分なりに各々考察してらっしゃるんですね。僕今までね、この望遠鏡についてあんまり触れてこなかったんで。よいしょ。それっぽい。あるね。古代炉ある。そしてこのあっかれの方は高さのね、縦の角度の調節ができるみたいですね。こっちはそれが固定じゃないみたいです。この歯車で角度変えれるみたいですね。そうか。
ちょっと薬目チェックか。ちょっと出しましょうかね。ちょっとムービー出してきます。どうしようかな。あれで見れるじゃん。その可能性あるな。望遠鏡のある場所に外付けで研究所建てた説。ほう。ハイラル城が向いてるからガナの封印を確認とか。なんか C 家族が興味あるってなんかそんな感じしますよね。まあ自分らの役目だからみたいな、そういうのもあるかも。へえ、そうなんだ。ちょっと薬目確認してみよう。そうだな。薬目、あとね、さっき薬目だけしか王立古代研究所が出てこないって言ったんですけど、それは小平もね、王立古代、違う。小平、果ての砦の戦いに出てくる、ここら辺にあるね、小平も、この薬剤の目視録でしか出てこないんですよ。100年後のブレワイでは、そこに小平がないので、もしかしたら、ここのね、王立古代研究所の望遠鏡がそこを見てるとか、そういう可能性もあるかな。にしては遠すぎるけどな。ちょっとムービー見てみましょうか。これは今日なんか早めに終わりそうだな。そんな気がしてきた。望遠鏡遠い国ね。なるほど。他国にね攻められるみたいな、そういう危機感から。方法おじさんって何でしたっけ。風拓のいましたね。そうか、俺望遠鏡だからてっきり空の方見てるのかななんて思ってたんですよね。それでブレワイ続編だと天空にも冒険のフィールドが広がるので、そっちとちょっと関連あるのかななんて思ってたんですけど、古代路説有力ですね今のところ。方法おじさん懐かしいな。例のオブジェクトマップをちょっと裏で開いておきます。名前なんて調べれば出てくるんですかね。シーカロックじゃないですよね、さすがに。ちょっとそれがわからないと無理だな。ちょっと裏で今サイト出してます。普通、そうですね、僕もそう思ってたんですけど、このムービーの後ですね、名前はメールに載ってます。メールちょっと見れないかも今。マジか。ありがとうございます。ここですね。王立古代研究所。望遠鏡どこ向いてる？あれどっちだろうね。あーっと、あれだ。王立古代研究所がステージ内で見られるっていうステージあったよね。ハイラル城だったかな。ちょっとそこ行こうか。ハイラル城。こっちじゃねえな。このステージで確か見られたはず。見られなかったんだっけ、どっちだっけ。一応行ってみますね。美味しいです。
周りの風景込みで考えないといけないんで、あの映像だけだとちょっときついですよね。コダイルは何かしらのエネルギーを持ってるから、僕とかの敵キャラが破壊したとか。果ての砦の、正確にはクロチェリ平原なんですけど、リンクが倒れたあそこの山の岩肌っていうのかな、そこにあったんですけど、でブレワイでそこを見ると大きい岩みたいなものができてるんですね。なんかまるで古代路を埋めるみたいに、覆いかぶさってるみたいに見えるみたいな、そんな感じなんですよ。ブレワイで王立古代研究所跡を見てきてみました。ありがとうございます。どうでしょうね、周りの景色と後ろに山が見えてましたよね。あれの方向が分かんないから、景色ブレワイで探せば分かるかな。ちょっと待って、ちょっと考えてますね今。どうしようかな。そっちを先にやるか。ちょっとこっち多分難しいと思うので、難しいっていうか時間がかかるので、じゃあまず手っ取り早く確認できるブレワイの方行きましょうか。さっきの景色、後ろの景色なんとなく僕覚えてますけど、スクショ出しましょうか。スクショ作りますね。ロード中にちょっとさっきの映像のスクショを作ります。これじゃねえな、こっちか。古舘エリカさんこんばんは。今ちょっと訳あってですね、またブレワイに戻ってきましたここら辺、この山だったのかな、なんか見えてたの。行きましょうか、確認しに行きましょう。で裏でこれかな、不吉な影。ちょっとスクショだけ作っちゃいます。こんな感じか。よし、今出しますね画面に。8.55 か。 OK、 これですね。これですね。ちょっとこれ見ていてください。僕今のうちに裏で移動しておきますね、その場所に。これ参照画像です。どうでしょうね、王立古代研究所がどっち向きに入り口がねあったのかっていうのがちょっと分かんないんで、そこが分かるといいな。こっちか。小倉翔吾さんこんばんは。ムービーのゼルダが出てくるシーンでゲルダの方の岩肌が見える感じ。なるほど、そっち方面か。左の方に見えるって感じですかね、もしかして。ゼルダが出るシーンってことはちょっとアップのシーンなのかな。東に入られちゃう、四方の様子としては北に平原西に山、ありがとうございます。この辺りだな。ちょっと戻しますね。
今かなり近くなってきました。ここですね。これだから周りの景色、うーんとこのね下に石が敷き詰められてるところは王立小田研究所の敷地というか範囲内ってことですよね。要するにこっちから入ってくって感じなのかな。手前が広くて、でさっきの画像を見ると分かるんですけど、奥にもね天井がドーム状になってる別の建物があるんですよ。あれが多分中になんていうかな、星がこう散らばってて、ハイラル城のね本丸の地下みたいなあんな感じになってるんだと思いますけど、要するに建物が2つあるってことなんですよね。ワーカーさんこんばんは。こんばんゲームさんこんばんは。王立小田研究所の入り口にワープできそうな場所が、ワープできそうな場所ありますね。本当だ。え、ありますね。見たことなかった。気づかなかったですね。え本当だ。これか。手前。よいしょ。あ、ちょっと待って。丸を出した今。で、今この建物ありますよね。で、ここに、こっちにはないんですけど、ここになんか線みたいになってる瓦礫ありますよね。これ。ってことは、多分こっちからこう入るんでしょうね。要するに、つまり、望遠鏡はこっちを向いてたっていうことですかね。で、周りのちょっと風景とも照合してみよっか。風景はなんかこういうなんだろう、景色でさ宝物探すみたいなやつがファイナルファンタジー9にあったんですよね。めっちゃ楽しかったなあれ。ここかな。でもだいぶ景色違いますね。100年経ってたらそりゃまあ当たり前なのかもしれないですけど。ハルさんこんばんは。シーカープラネタリウム、天体観測、そうですね。そんなイメージです。ここ掘れチョコ、そう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 、それですね。そうだ、それだ。懐かしい。で、曇ってますね。うわ、雷来た。ちょっと待って、どうしよう。避難しないと。っていうか、避難もですけど、ちょっと晴れにしたいね。もう一回。で、なんか、板が乗ってる小屋みたいになってるやつあったよね。ちょっとあそこまで行きます。終焉の谷側から来てますし、そちらでそうですよね。あ、そういう推理、ありえますね。ちょっと、ちょっと休憩します。リンクさん。うーん。曇りすぎで見えないっていうのはありますね。ゾナンとの配置は星座説の話になるんですか。はい。インパの後ろにある屏風みたいなやつの
縁に星座がいっぱいありましたね。はい。ありがとうございます。このゲームね、星座が至る所にあるんですよね。真珠の体とかにもありましたね。うん。西の方角か。ちょっとじゃあ、この建物だとして、今、右下のマップ見て動いてます。こっちからこっちの方向いてましたよね。この建物が、こう直角になってて、まあ、リンクも直角に、望遠鏡直角になってましたよね、ほぼ。だからちょっと、なんだろうね。西北西ぐらいの感じなのかな。こんな感じ。こっちの方向いてたかな。こっちの方って感じですかね。そうか、じゃあこれで言うと、さっき話した果ての砦の線はなくなりましたね。こっちにも、あ、いえいえ、ありがとうございます。史実モード発表いいですね。史実モードいいですね。四英傑死ぬとこを目の当たりしなきゃならないと王立科大研究所の西にあるものといえば、雷の大地とかか。まあ、ここら辺ですよね。雷の大地を見ていたわけではないんだろうな。角度を見てなかったな。そんなに若干上の方を見てる感じかな。若干上の方見てるね。何があったんでしょうね、あっち側に。ちょっと辿ってみますか。こんな感じ。飛行訓練場、この辺りか。ああ、ここになんか怪しげな洞窟ありましたよね。まあ関係ないかな。なんだろうね。あと、まあこれのね、王立科大研究所の望遠鏡の向きは分かったんですけど、もしかしたら、このさっきの映像からは分かんないんですけど、王立古代研究所の望遠鏡に関しては、自由に方角が変えられるとか、そういうのはあったかもしれませんよね。たまたま今、こっちを向いてるだけっていうのも、まあ、ロマンがない話ですけど、ありえなくはないかな。特に、まあ、ここまでは分かったけど、一応判明しましたね。動画の目的としては。うん。タラコさんおやすみなさい。慎吾さんこんばんは。うん、真西だと雷のやつですね。うん。角度プラス建物の高さを足さないと難しいかな。ラブラー山が気になりますと。ラブラー山ラブラー山なんだろう。ラブラー山これか。割れてる。確かに、ここ割れてますね。悟り山みたいに。ここで、こうなんか、通、通してあるわけじゃなくて、ここは塞がれてるんですね。3つに割れてるって感じか。なるほど。まあ、望遠鏡とは関係なさそうかな。建物自体が斜め向いてるので僕は真西だと思いますと。あ、ちょっと
そうか。垂直になってないですね。確かに。ちょっと斜めになってるわ。センコロさんこんばんは。え、ちょっと考え方変えてみます？そうか。この静止画がマップ上の北向いてるとすると。マップ上の北。でも、そうですね。王立古代研究所はこうやってなってますからね。でも望遠鏡はこっちの方向いてましたね。だから真西で合ってるのかもしれないです。こっちの方かな。雷の第一方向。こんな感じですね。ギサのクレーター。あ隕石。うん。真西になる。そうか。斜めに、そうですね。見えますね。そっかそっか。望遠鏡の端がつく感じの向きを考えると、マップの真西。ありがとうございます。立った頃には人がたくさんいたし、望遠鏡。望遠鏡向けたという。なるほど。ちょっと望遠鏡の力を借りてって感じですかね。アンテナみたいに空の物体の場所を自動的に観測するみたいな。なんかありそう。それぐらいの技術ありそうですね。センサーとかで。なるほどね。他にも、ブレバイに望遠鏡ってないんですかね。確かゼルダの部屋に、研究室かなどっちかにあったと思うんですけど、あれは定位置に置いてるって感じだと思うので、うん、今回の考察には入れないようにしてたんですけど、っていうところかな。シーカーストーン。シーカーストーン。えーっと、そうか、さっきの件。ちょっとメールをじゃあ確認します。パッパペさんにいただいた。これかな。名前は、なんて入れたら、なんて入れたら出てくるんだろうね。ロックなんとか。なんか書いてある。ロックホワイト。へえ、そんな名前で。ちょっとやってみますね。ちょっと今日あれしましょうか。シーカロックコンプリートしましょうか。出ないな。どういうことだ。こっちか。あれ。ロックホワイト。これか。出てこない。これか。ちょっと今見てます。すいません。サイト見てますね。これでもし判明したら、なんかだいぶ違うな。これなのか。
これは、かかりこ村近くにあるんだ。ちょっとそこ行ってみていいですか？かかりこ村近くにあるみたいでした。これ、リトルロック。なんか種類ありすぎてちょっとわかんないですね。ん名前が知りたい。ロック、うわ、読めねえ、これ。なんだろうな。ロックストーンみたいな、そんな名前か。ないな。同じのがないな。ちょっと。それなのかどうか。ちょっと一回試しに、その場所に行ってみます。こっちか。はい。ちょっと調べ方がね、ここら辺にあれば、そのオブジェクトで間違いない。ここにあるみたいですね。違うね。ロックセットホワイト。セットホワイトか。ありがとうございます。はあ、はあ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 、ロックセットホワイト。ちょっと見てみますか。ロックセットホワイト。そのロックセットホワイトってのが見当たらないんですよね。あ、出てきた。これか。ちょっと待って。こんなにあんの？へえ。あれ、でも視聴者の方に教えてもらった左下のやつってないんだな。あ、大体合ってるかも。あー、でも違うな。ここにないやつがある。ここのやつ載ってないな。スクショがあると。うーん、またか。うまく見れない。うーん、違うね、だいぶ。全体図が、全体図が見れないですね。メールのやつだと。ちょっとお手上げか。ちょっと見れなかったですね。始まりの第一でめっちゃある、このサイト。なんか書いてあるんだけど、なんだろうな。
これだけちょっと一回ね、検索の結果をちょっと変えてみるね。こうか。なるほど。でもやっぱりない。ここのやつ、これが載ってないですね。違うみたいだ、これ。一応行ってみますか、じゃあ。一つちょっと、じゃあ確認してみよう。始まりの第一の、ここにあるみたい。あと、この2つまず行ってみましょうか。数字があるのがよくわからないし、かぶってるのもあるけど、違うな。ないやつもやっぱありますね、なんか。ありがとうございました。ここだけちょっと確認しよう。結構あったってことですか？僕の知る限り3つぐらいだったかな。視聴者の方に教えてもらったやつ合わせて3つぐらいだったかな。ここら辺にあるみたいですね。なんだろうな。お、これは下かな？下か？いや、ないな。これのことだったのかな？なるほど。これだな。違うみたいだ。ちょっと合わないですね、数が。ありがとうございました、パッパペさん。助かりました。やっぱこればっかりは参るなってことですか？なるほど。青木田さん、こんばんは。どうしようね。今んとこ、今日調べようと思ってたことは、全部揃っちゃいましたね。うん。ちょっと、終わった感じかな。調べるべきことは全部調べたっぽいですね。ちょっと早いけど終わるか。なんか、ないかな。楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。今んとこ脱線する気配もないので、結果だけ、そうか。隠れイガダンって何ですかね。さっきのクレーター、行きましょうか。ギサのクレーターかな。行きましょうか。そう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 、形問わずね。なんかあらゆる岩が乗ってるような感じでしたね。すべて見たわけじゃないですけど、でも少なくともないものがあったっていうのが判明してるんで、ロックセットホワイト。どうなんでしょうね。なんだろう。ゲーム開発とか携わってる人とか、なんかその道に詳しい人が名前つけたんでしょうかね。
それらしい名前ですけど、隠れ伊賀団ってのは何でしょうね。変装してる伊賀団のことかな。ゼルダの部屋の望遠鏡も一応見に行きますか。じゃあわかりました。ギサのクレーターは何かありますかね。視聴者の方がねおっしゃってたね、面白い話があるんですけど、このクレーターの真ん中に岩ロックがあるっていうことで、岩ロックがもしかして宇宙から来た存在なんじゃないかっていう感じですね。映画のトランスフォーマー見た方は分かると思うんですけど、彼らはね、もともと違う星から来たんですけど、サイバトロン星っていう星から来たんですけど、でその来た時は当然地球の車とかジェット機とかの形じゃなかったんですよね。で地球に来て、地球のものを、模倣して形に変身できるようになったっていう感じなんですけど、でイワロックもね、その宇宙人説っていう話を聞いた時に、イワロックもなんかそういう存在なのかなっていう妄想をちょっとしました。たまたまその岩と一緒に落ちてきたんで、その横のね岩に擬態してたら、体もそうなっちゃったと、そんな感じを妄想してましたね。ちょっと面白い話でした。視聴者さんの始まりの大地で見つからんのです。土砂で埋まってるか、なんかね1個だけ岩が落ちてるみたいな、そんな感じでした。トランスフォーマー面白かったですね。ゼルダの部屋行きましょうか。一応じゃあ変装か。イーガダンの変装したイーガダンの分布調査。なるほど。じゃあそれなんでしょうね。このサムネとあまりにも違うとかいろいろあるんで、また今度やりましょうか。それは今日は2つの問題が一気に片付いたな。じゃあ最後にゼルダの部屋だけ確認しましょうね。ビーストウォーズ好きでした。なんかビーストウォーズリメイクだかリブートだかやるみたいな話なかったかな。一応ムジュラかぶっといて、ずっと静止画、すいません、ありがとうございます。教えていただいて。画面ちょっと迷子になってましたね。ゼルダの部屋、こっちか。ハリウッド版面白かったですね。うわ、雨だよ。雨やんだ。ありがとうございます。ってかすいませんでした、こちらからお礼を言われるとは思わなかったですけど。ゼルダの部屋どこだ。こっちの方向ですね。こっちか。食らった。絶対受けれたと思ったけど。こっちか。えぐられた地形多いですね。なんか謎のえぐられ方をしてる。
真っ二つに割れてたりとか、双子山なんかありましたよね。逸話がありましたし、なんか古代の竜が戦った時に割ったみたいな、そんな話でしたっけ。ちょっと詳しくね覚えてないけど、さあ研究室来た。あるね、これだ。やっぱり定位置に置いてあるって感じかな。横にある歯車で角度調整みたいな。そうですね。という結果でした。というところですかね。今日の目的は、果たしたので、開始時間も遅くて、本当に申し訳ないですけど、余計短くなっちゃって。いつも配信ありがとう。いえいえ。ふと思ったんですけど、続編 PV の腕の色あるじゃないですか。はい。リーバルトルネードと、そうですね。英傑たちと、魂と同じ色ですよね。進むさん、初見です。こんばんは。薬目のオープニングここでしたっけ。そうですね、ここですね。精霊とかモンスター、ガノンがチケット。ということで、あとコメント読んだら終わりたいと思います。楽しめた方は、ごめんなさいね。今日、本当始まり方が本当最悪だったんですけど、はい。楽しめた方は、高評価ボタンをよろしくお願いします。今回、オブジェクトマップがダメだったのは、多分、シーカロックの大きな岩とそこにくっついてくる、くっつく3つの岩が別のオブジェクトだからだと。なるほど。ありがとうございました。めっちゃ役に立ちましたというか、めっちゃ助かりました。精霊とかモンスターとガノンとか、神が地形をそうですね。ロックセットホワイト01の配置マップ必要ですか。いえ、大丈夫です。さっき自分で見てみました。ありがとうございます。最近平日の生放送が時々あったと思うんですが、仕事中ふとツイッター見たら生放送やりますって書いてあると、早く帰りたくなっちゃいました。ありがとうございます。そう言っていただけると、はい。ありがとうございます。やりがいがありますね。そう言っていただけると。はい。そんなわけで、ちょっと短かったですけど、はい。明日動画出すか、もしくは生放送やるか、どっちかわからないですね。一応収穫があったので動画出してもいいけど、また明日アンケート出したいと思います。よろしくお願いします。明日もしかしたら生放送にするかもしれません。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ゾナンともマップを調べるためだったのではないでしょう。マップを調べるため、測量ってことなんですかね。ありがとうございます。あれ、フロドラが割ったんじゃそうなんですか。竜ってフロドラのことだったの。ちょっとまた調べておきますね。ありがとうございます。というわけで、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。短かったですけど、本当すみませんね。はい、また明日やるかもしれませんので、よろしくお願いします。失礼します。おやすみなさい。